どうも松尾ゆきでございます。今日は2025年の8月16日ということで、長いお盆休みが終わってね、今日からお仕事始まる方もたくさんいると思うんですけども、皆さんお盆は、いかがお過ごしでしたでしょうか。我が家もね今回長い夏休みだったということで、東京離れて、関西の方で過ごしてまいりました。今回の旅行の、総距離数、車で行ったんですけど自走で3泊4日で、1860キロぐらいだったかな。僕自身もねこれだけ長い時間車を運転するっていうことはね、短期間でなかったんで、うちの奥さんがいろいろ考慮してスケジューリングしてくれたおかげでね、思ったほどしんどさを感じなくて3泊4日、家族で楽しむことができました。1日目は東京から神戸に向かいました。東京から神戸っていうのもおそらく自走で走った距離で一番長い距離だったんですけど、神戸ではね、次男くんの好きな、キャラクターゲームかな、ポップアップイベントがあるということでね、まず神戸に行ったんですけど、もうねなんか本人も一人で行く勢いだったもんで、かなり思い入れのね強いゲームらしくて、であれば、便乗しちゃおうかなってことで家族5人で行きました。イベントの後ちょっと余裕があるかなと思ったんですけど、なかなかねギリギリだったもんで一旦ホテルにチェックインしに行きました。夜、うちの長男くんが、今年8月で20歳になって記念だったもんで、神戸の鉄板焼き屋さんなのかな、ちょっといつもよりグレードの高い料理を堪能してまいりました。でご飯の後神戸の街に繰り出していろいろ散策したんですけど、ちょっとね飲み屋さんが多かったもんであんまり子供たちは楽しめないということで、すぐにホテルに戻ってねまったりしちゃいました。2日目は広島に向かう予定があったんで、神戸から、すぐ広島へ出発しました。千光寺というところにね行ってみました。なんか結構中も広くてだいぶ歩いたんですけど、なんだろう、あれ瀬戸内海なんですかね、瀬戸内めちゃめちゃ景色が良くて、東京っていうか関東ではあんまり見れない景色だったから、なんかだいぶ癒されましたね。でその後いよいよ広島原爆ドームに向かいました。その手前にある平和記念資料館みたいなとこで当時のね原爆後の、広島の様子を、写真パネルでいろいろ紹介されていたんですけど、だいぶね心が疲れちゃいましたね。なんて言うんだろうな、ひどい状況というかね、なんかちょっと言葉にならないですけど、子供たち3人もそれぞれいろいろ思うことあったみたいで、行ってよかったなっていう気持ちでございます。広島といえば広島焼きだったんでめっちゃ食べたかったんですけど、原爆ドームを後にしたのがだいぶ遅い時間だったもんでなかなかお店が見つからず、結局ラーメン、尾道ラーメン、あれ尾道ラーメンだったのかね、中華そばを食べてホテルに行きました。無人のホテルだったんでチェックインがだいぶ緩めで、着いたの何時ぐらいかな、9時、夜の9時とかそのぐらいだったですかね、9時とか10時とか。ただホテルはめっちゃ綺麗でできたばっかみたいで5人部屋だったんだけど、なんかベッドも横並びでめっちゃ過ごしやすかったですね。1日目は宮島ですね、厳島神社。これもだいぶ感動的な経験をさせてもらいました。あんなね海の浅瀬とはいえ海のところに鳥居が立ってあんな大きい、めっちゃ良かったです。
こういうのはね、自分の目で見て経験するのが一番いいと思うんで、行けてよかったですね。めっちゃ暑かったけど。奥さんが好きなキャラクターの、これまたポップアップイベントがあったもんで、広島のパルコで開催されているキャラクターのイベントに行ってみました。なんかね、広島をモチーフにしたご当地キャラではないんだけど、ひろくまっていうキャラクターのポップアップイベントってことで、地元広島開催ということでね、ちょっと時間的に厳しい感じだったんだけど、これは行っとかないとってことで行ってみました。で、3日目の夜は、京都にホテル予約してたんで、そのまま京都に向かいました。京都のね、ご飯、去年もね、実は京都行ってて、京都のご飯にありつけず、結局コンビニイベントだったんですね。で、今年こそはなんて思ったんだけど、結局今年もコンビニになっちゃいました。なんかね、子供たちにその京都のご飯食べさせてあげたかったんだけど、時間的にもその日もね、チェックインしたのだいぶ遅くて難しかったですね。で、京都のホテルもすごい綺麗で安くてすごい良かったですね。で、いよいよ最終日4日目はちょっとね、急遽朝一行きたいとこがあったんで、お父さんがある場所に行きました。任天堂の企画開発の建物ですね。看板がないと何の建物か分かんないような、すごくなんつうのかな、無機質な、でもめっちゃでかい建物だったんだけど、任天堂のね、看板が正面の門のところにあって、おお、ここかと。本当は任天堂ミュージアムとかね、行ってみたかったんだけど、ここまでスケジュールが組めなくて、でもいつか行ってみたいと思ってます。で、4日目は、京都のお寺巡りっていうほど数は行ってないんだけど、去年結構有名なお寺はいろいろ回ったんで、今年はそんなに、有名ですよね、京都はどこも。だけどあんまり行かないお寺とね、金剛寺っていうとこと、あと銀閣寺か来ましたね。で、二年坂とか三年坂で、最後に渡月橋行って竹林のところ行って、全過程を終了ということで、2025年家族旅夏、すごい楽しかったな。めちゃめちゃ距離を走ったけど、なんかね、それ以上に得るものも多くて、奥さんとか子供たちもめっちゃ楽しんでたみたいで、すげえ良かったっす、行って。で、毎年旅行のプランは奥さんと娘が組んでくれるんですけど、今回もね、神戸、広島、京都っていうなんかすごい複雑なスケジューリングだったんだけど、めちゃめちゃ時間通り、ほぼ時間通り行ったんで、本当にありがたかったです。本当感謝しかないですね。こういう時、お父さんはドライバーに徹するというか、運転手に徹して、いかに時間通りね、予定が進むかっていうのを考えながら家族旅行に徹するのがいいかなと思ってます。今回の旅行には全然関係ない話なんだけど、よくお父さんが家族サービスっていう言葉を使うじゃないですか。あの言葉って僕本当嫌いで、家族サービスってなんだろうっていう、なんかまるで自分が家族に対して何かを与えているというか、サービスを提供しているっていう感覚になっちゃうから、そうじゃなくて、なんか自分も楽しんでないと意味がないというか、家族と一緒にね、楽しい気持ちとか、なんじゃこりゃっていう気持ちを共有するいい機会だと思ってるんで、なんか家族サービスってすごい嫌ですね、その言葉。もちろん日頃奥さんとか子供たちにしてもらってることに対してすごい感謝してるし、そういうことに対してのなんつうのかな、いつもありがとうっていう気持ちで今回一緒に旅行を楽しんだつもりなので、感謝の気持ちと家族サービスっていうワードが僕の中でイコールじゃないんですよね。まして今回スケジューリングしてくれたの奥さんとかだし、なんか僕の方がサービスを受けた感覚になるんですよね。だから世の中のお父さん、家族とね、旅行とか遊びに行くときに家族サービスなんて言葉を使わないでください。
聞いてて楽しくないし、まあその人の価値観なんでね、正直どうでもいいっちゃどうでもいいんだけど、自分はその言葉使わないですね。はい、というわけで、今回は昨日まで言ってた2025年の家族旅行のことを、雑談形式でお話しさせていただきました。今回の旅行は、撮影してるんで、いずれは、このチャンネルにもねアップしていきたいと思ってますので、興味がある方は、ぜひご覧になってみてください。はい、というわけで、最後までご視聴くださりありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンして、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。あとね、通知マークもオンにしていただけるとありがたいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。松尾ゆきでした。バイバーイ。